こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回はこのくたびれたペティナイフをリメイクしていきます。あんまり錆が出ていないので、鋼材はなんかのステンレス鋼だと思います。ハンドルの部分は少し錆が出ているので、中は結構錆びてそうです。形はそれほど崩れていないので、極力このまま活かしてできる限りきれいにしていきます。最初にハンドルを外します。ハンドルの留め具の部分を削っていくと外れます。刃は全くついてないです。叩いてピンを外していきます。やっぱり中は錆びてました。60番のベルトで形を整えます。曲がっているので叩いてまっすぐに直していきます。鉄って叩いても曲がらなそうですが、薄いのは軽く叩いても意外と曲がります。60番のベルトでハンドルに刺す部分の形を新しく作っていきます。今回は和包丁の柄の構造でハンドルをつけます。形ができました。60番のベルトで包丁の厚みを抜きながら側面を調整していきます。側面の形はいつも通り緩やかなコンベックスグラインドにします。日本ではハマグリ刃と言われる形状です。
60番で全体の調整が終わったので、120番のベルトで60番の傷を消していきます。120番は結構削れてしまうので、作った形が崩れないように傷を消していきます。片刃の和包丁よりちゃんと両刃を作る方が難しいです。ただ両面を削ったら両刃じゃなくて、切り込みや切り抜けを考えた機能する側面の刃を作るのが両刃を作る時の難しいところです。240番のベルトで120番の傷を消します。何のステンレス鋼かわからないですが、傷は消しやすいです。熱がかかると高度が下がってしまうので、高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番のベルトで240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。持つところがなくてめっちゃやりにくいです。600番で400番の傷を消します。400番が終わったあたりからだんだん光り出してきます。この後は800番、1000番と続くので、この辺でジャンプ。1000番が終わりました。ここから手で磨いていきます。ステンレス鋼ですが傷が消しやすくて小さいので、耐水ペーパーの2000番だけで磨けます。専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。修理も必ず1回鏡面にしています。表面にすることで見えなかったひびや鋼材のムラなどいろいろなことが目で見てわかるようになるので、チェックの意味で必ず一度鏡面にします。表面にしてしまえば、その後仕上げをヘアラインなどにするのも綺麗に簡単に入ります。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。ハンドルを作っていきます。ハンドルの上部の金属部分はニッケルシルバー、主体となる部分にウッドマイカルタを使います。以前の動画で同じ緑色の材料を使いましたが、耐久性があっていい感じでした。ニッケルシルバーをカットしていきます。ニッケルシルバーは加工性がいいので切りやすいです。切り終わったら60番のベルトで形を整えます。穴を開ける前に目印の線が見づらいので、塗料を塗って分かりやすくします。
プライス板で目印をつけた部分に穴を開けていきます。ハンドル上部の刃に設置する部分はハンドルをつけた後だと磨けないので先に磨いておきます。プライス板でウッドマイカルタにハンドルが刺さる部分の溝を掘っていきます。溝が掘れたら接着します。材料が揃ったので、ここで2液性の接着剤で刃とハンドルを一気に接着します。接着剤が固まったのでボルトを入れます。今回のボルトは真鍮にしました。この穴は刃に貫通していてボルトを入れると抜けなくなります。ボルトを入れたら余分な部分をカットします。削り取ってしまうと熱がかかってハンドル材が傷んでしまうので切り取ってしまいます。ハンドル材の余分な部分をカットします。60番のベルトでハンドルの外周を整えます。このペーパーは結構使ったのでもうあんまり削れないですね。外周が整ったらハンドルの側面の形を作っていきます。ペーパーを取り替えたので今度は急に削れすぎます。ウッドマイカルタは削ると変な匂いがします。あまりいい匂いじゃないですね。
240番のベルトのたわみを利用して丸みをつきながら形を作っていきます。あとは同じ工程が続くのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは紡製塗料です。砥石は面直し済みです。この包丁の鋼材は砥石のかかりはいいです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。最後に8000番の砥石で刃を仕上げます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて全て消えたら平らになった証拠です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。途中で少し刃の形をシャープにしました。ハンドルはウッドマイカルタを使いました。ウッドマイカルタは見た目がただの木なのに耐久性があります。もともと開いていた穴を生かしてボルトを1個にしてみました。ニッケルシルバーと真鍮は柔らかいので拭いただけで傷がついてしまいますね。ハンドルを削っていたら黒い部分が出てきました。試し切りをしていきます。刃の側面をしっかり作り込んでおくと
切りにくい食材もすんなり切ることができます。薄いコンベックスグラインドにすると食材への切り込みの抵抗がすごく少なくなります。ペティナイフは小回りが利くので1本あると便利ですね。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。